第8話、うどん県へようこそ。諭吉先生のインスタ講座。開講。徳島県での旅を終え、秀夫と諭吉は次の目的地である香川県へと向かっていた。ピクシスメガのブラウン君は、四国の道を軽快に走る。県境を越えると、景色は少しずつ変わる。山がちな徳島とは違い、香川県は平野が広がっている場所が多い。そして、やたらと目につくのが、うどんの看板だ。うどん、うどん、またうどんやな。秀夫は、運転しながら思わず笑った。さすがうどん県にゃんか。諭吉も、窓の外の看板を追いかけている。今回の旅の目的の一つ、名物調査隊の活動。香川県での最初の任務は、もちろん、うどん調査だ。それも、讃岐うどんを徹底的に調査する。秀夫は、事前に調べておいた。香川県に入ってすぐにある有名なおうどん屋さんを目指すことにした。地元の人にも観光客にも人気のお店らしい。お店に到着すると、朝早い時間だというのに、すでに行列ができている。おお、これがうどん県の洗礼か。秀夫は、少し気をされながらも、列の最後尾に並んだ。諭吉は、車内で秀夫の様子をじっと見守っている。しばらく並んで、いよいよ店内へ。システムは、以前テレビで見たことのある、セルフサービス方式だ。トレイを取り、自分の好きなおうどんを選び、天ぷらなど好きなトッピングを選んで、最後に出汁を自分で注ぐ。どれも美味しそうやな。迷うな。ずらりと並んだおうどんと天ぷらに、秀夫は目を奪われた。ここは、讃岐うどんの基本、かけうどんにしよう。サイズは、小で十分だろう。トッピングは、かしわ天が美味しそうやな。あと、シンプルに、ちくわ天も外せんな。秀夫は、かけ、小と、かしわ天、ちくわ天を選んだ。だしを注ぎ、ネギと天かすをたっぷりのせる。席に着く前に、携帯を取り出した。よし、これも旅の記録や、写真撮っておこう。目の前のおうどんは、見た目からして輝いている。つやつやの麺、琥珀色のだし、揚げたての天ぷら。これが、今日の、インスタ映えスポットだ。湯気はどのように立っているだろう。天ぷらのサクサク感はどう伝わる？秀夫は、スマホを構えた。どうすれば、この、美味しさ、と、美しさ、が写真で伝わるのだろう。真上から、少し斜めから、天ぷらをアップで撮るか、それとも麺を持ち上げてみるか。なかなか難しいもんやな。普段、何気なく見ていた SNS の写真が、急に難しく感じられた。秀夫がスマホを構えている間、諭吉は後部座席からその様子をじっと見つめていた。まるで、まだ食べないのかとでも言いたげな、少し首をかしげた表情だ。結局、何枚か適当に取って、ようやく、いただきます。押した。まずだしを一口。これこれ。優しいけれどしっかりした味や、そして麺をすする。ずるる。と心地よい音が店内に響く。おお。予想以上のコシ。つるつるだけれど、噛むと跳ね返ってくるみたいや。かしわ天は、衣はサクサク、中はジューシー。ちくわ天も、プリプリで出汁によく合う。あかん。箸が止まらない。あっという間に完食。美味しすぎて、出汁まで全部飲み干してしまった。美味しかった。これぞ、本場の讃岐うどんや。噂には聞いてたけど、このコシと出汁のバランス、期待以上やったわ。お腹も心も満たされて、車に戻った秀夫。諭吉、ただいま。香川うどん、めちゃくちゃ美味しかったで。にゃあ。秀夫、満足した顔してるにゃん。諭吉は、秀夫の膝に飛び乗ってきて、ゴロゴロと喉を鳴らす。その後も、秀夫は香川県内を少しドライブした。ため池が多いことに気づいたり、
遠くに瀬戸内海の島々が見えたりした。徳島とはまた違う、穏やかな景色が広がっている。夕方になり、今日の車中泊地、香川県内の道の駅に到着した。駐車場にブラウン君を止め、寝床の準備を始める。諭吉は、慣れた様子で車内を探検している。寝床の準備が終わり、一段落した頃、秀夫は、今日撮ったおうどんの写真を見返していた。なんか、いまいちやな。この美味しさが、全然伝わらへん。すると、助手席の後ろに座っていた諭吉が、秀夫のスマホを覗き込んできた。キュルル、と可愛らしい鳴き声で秀夫の注意を引く。秀夫、写真見てるにゃんか。今日のおうどんの写真にゃんね。おう、見てくれ。諭吉、これ、おいしそうに見えるか。秀夫がスマホの画面を見せる。諭吉は、画面をじっと見て、首をかしげた。おいしそう。だけれど、なんか、普通にゃんね。やろう？どうやったら、もっとおいしそうに撮れるんやろう？ふっふっふ。諭吉は、突然にやりと笑った。耳をピクピクさせ、尻尾をピンと立てる。ここからは、諭吉先生の出番にゃん。諭吉は、秀夫の膝の上にぴょんと飛び乗った。その目つきは、遊び相手を見つけた時のキラキラした目ではなく、どこか真剣だ。秀夫、インスタグラムって、知ってるにゃんか？インスタグラム？なんか、若い子が写真載せたりするやつやろう？そうにゃん。諭吉はね、旅に出る前に、勉強してきたにゃん。これからの旅には、SNS 映えも重要にゃん。諭吉は、まるで講義を始める先生のように、身振り手振りで話し始めた。今日の、猫でもわかる諭吉のインスタグラム講座、第1回は、インスタってにゃんですか？にゃん。諭吉は、秀夫の顔をじっと見つめた。インスタグラムはね、世界中の人と、写真や短い動画で、感動や、おいしい、きれい、を共有する場所にゃん。へえ、世界中の人と、か。秀夫は、感心したように相槌を打つ。写真にはね、インスタ映えっていう魔法があるにゃん。見た人が、わあ、行ってみたい、食べてみたいって思っちゃうような魅力的な写真のことにゃん。例えば、うどんの湯気をきれいに写すとか、天ぷらの衣の質感を際立たせるように光を当てるにゃん。インスタ映え。さっきおうどんの写真撮るとき、意識してみたけど、難しかったわ。心配ないにゃん。秀夫は、生徒にゃんから、これから諭吉先生が優しく指導するにゃん。諭吉は、自信満々の顔だ。今日の宿題にゃん。まずは、インスタグラムっていうものが、どんな場所か、ちょっと見てみるにゃん。アプリをダウンロードして、いろいろな人の写真を見てみるのが一番にゃん。アプリ？ダウンロード？えらい難しそうやな。秀夫は、頭をかいた。大丈夫にゃん。わからないことは、何でも諭吉先生に聞くにゃん。諭吉は秀夫の手の上で得意げにふふんと鼻を鳴らした。こうして、秀夫と諭吉の旅に、新しいレギュラー要素が加わった。猫でもわかる諭吉のインスタグラム講座。定年退職したばかりの昭和男、秀夫が、令和の猫先生、諭吉に、インスタグラムの手ほどきを受ける日々が始まったのだ。はてさて秀夫は、立派な、インスタグラマー、になれるのだろうか。そして、諭吉先生の教えは、秀夫にどこまで通用するのだろうか。香川県の道の駅で迎える夜は、初めてのインスタ講座で、いつもより賑やかになった。明日は、どんな、おいしい、ものに出会いどんな、インスタ映え、スポットを見つけるのだろうか。旅は、まだまだ続く。そして、インスタ講座も続く。にゃあ、次の旅も僕と一緒に楽しみたい人は、チャンネル登録するにゃ。